娘の入学式当日、夫は出張だと偽り、浮気相手との旅行に出かけていった。おい、ランドセル姿の写真は？家族を裏切るようなことをしておきながら、娘がランドセルを背負った写真が見たいらしい。そんな夫に、私は娘の写真の代わりに浮気の証拠写真を夫に送りつけ、慌てふためく夫を畳みかけるように、あることを告げた。私の名前は美和。30歳の会社員だ。夫の正則は31歳の会社員。この春に小学校入学を控えている娘の奈々と3人で暮らしている。夫とは大学生時代からの付き合いで、お互いが社会人になるのを待って入籍した。夫はいつも周りを明るい雰囲気に盛り上げてくれる人で、この人となら明るく温かな家庭を築くことができると思った。入籍から1年が経った頃に娘を授かり、その後は2人で必死に娘を育てているうちに、結婚してから8年。夫婦仲は新婚当時のようにお互いが好きでたまらないというような情熱的なものではなくなったが、互いを思い合う気持ちだけは変わっていないと思っていた。しかし、この数ヶ月ほどの夫の様子に私は違和感を感じるようになった。早出残業や就業後の残業だけでなく、休日も仕事だと言って外出することが増えたのだ。さらに、今までそのあたりに置きっぱなしだったスマホを常に持ち歩き、ベッドの中にまで持ち込むようになった。ねえ、布団に入ってからもスマホで何をしているの？え？ゲームだよ、ゲーム。でも、布団の中でゲームなんてしていたら、ナナにもいい影響はないと思うから、なるべく控えてもらえると嬉しいのだけど。そうだな。気をつけるよ。それで、そんなに夢中になるゲームって何？それは、成人男性向けのゲームだからさ。そうなの？じゃあ、なおさらナナには見られないようにしてね。わかってるって。本当にゲームをしているなら、私に隠れてこそこそとしなくてもいいのに、と感じたが、夫婦だからといって、生活に関わらない限りは、趣味や娯楽にまで口を出すつもりはない。夫の何もかもを知ってないといけないわけでもないだろうと思うことにした。だが、ゲームよりも私が気になったのは、夫が少し太り始めていることだ。太りやすい体質だからと、私にカロリーや栄養バランスには気をつけてほしいと自分から言っていたのに、そんな人が自分の体型の変化に気づかないわけがない。ねえ、こんな言い方したらいけないかもしれないけれど、太った？そうなんだよ。最近は朝や夜に家で食事をしなくなって、コンビニ弁当ばかりだからかな。最近のコンビニ弁当はヘルシーなものが多いのに。揚げ物とか目にしちゃうと、つい買っちゃうんだよな。夫はそう言って笑っていたが、学生時代から誰よりも体型を気にしていた人がと違和感を感じた。そんな夫の行動に怪しさを感じてはいたのだが、その頃の私は小学校に入学する娘のことで忙しい毎日を送っていた。仕事だけでなく、幼稚園の謝恩会や卒園式の計画や、小学校へ入学後にお世話になる学童保育の説明会などに参加しているうちに3月を迎えていたのだ。3月中旬に行われた娘の卒園式は、保護者の列席は1名のみという話だった。その日は卒園式後に行われる謝恩会の委員を務めていたため、私が参列することになった。幼稚園で最後の行事なのに、残念だな。でも今は仕事が忙しいから、ちょうど良かったかもしれないけどな。卒園式の日も、いつものように出社して、夜遅くに帰宅した夫に、娘の卒園式での写真を見せると、
そう言って少し寂しそうにしていた。卒園式は園の都合もあって仕方なかったけど、来月の入学式は保護者2名で参列できるから仕事の調整しておいてね。ああ、わかってるって。そう言った夫のなんだか少し焦った様子が私は気になっていた。そんなある日、高校時代からの友人の里子から連絡があり、ナナへの入学祝いを渡したいと言われたので、昼休みに会うことになった。卒園してからナナちゃんはあなたの仕事中はどうしてるの？ご両親に預けてるの？3月中は幼稚園の預かり保育、4月からは学童保育で見てもらえるの。そっか、仕事をしている母親としてはありがたいね。里子、今はどんな仕事をしているの？今は調査会社に勤めているの。調査会社って探偵？そんな感じ。まあ美和には関係ないかもしれないけれど。里子が探偵をしていると聞いて、私は最近の夫に感じている違和感について相談してみた。里子はしばらく考えた後に、自分に夫の素行捜査をさせてくれないかと言った。それで何もなかったら、旦那さんの不摂生とゲーム依存か、あなたに見られたくないサイトを見ているだけで済むじゃない？里子は結果が出なければ調査費用は受け取らないと言うし、私自身もこのまま夫を疑ってモヤモヤしていることも嫌だったので依頼することにした。その翌日のことだった。実は出張が入ってしまって入学式には参列できなくなったんだ。と夫が言い出したのだ。今まであなたが出張に行ったことなんてなかったじゃない。お前は俺の仕事のことを何も知らないだろ。日帰りの出張くらいなら今までもあったよ。でも今回に限って泊まりなんでしょ？別の人にお願いできなかったの？俺だって娘の一生に一度の小学校の入学式だ。参加したいに決まっているじゃないか。それもそうよね。そう答えたものの、私は夫に対して疑念を抱いていた。そして里子と話してから3日後、彼女から調査結果を報告したいと連絡が入った。私は娘を両親に預け、里子を家に招くことにした。実は少し気になることがあったの。里子はそう言って何枚かの写真を出した。そこには夫と腕を組んで歩く見知らぬ女性が写っていた。女性のアパートらしき建物に夫が一緒に入っていく写真もあった。正則が本当に浮気していたってことよね。これから美和はどうしたい？どうしたいって？浮気をしていることを知っただけで十分なのか、それとも離婚まで考えているのかってことよ。私は浮気をしている人なんて嫌よ。ナナのこともあるから慎重には考えたいとは思うけれど、離婚したいと思うわ。腕を組んで歩いているくらいや、ホテルやアパートに出入りしているところも一度くらいでは一度の過ちだったと言われてしまうし、証拠として軽んじられてしまうの。この写真は浮気をしていた証拠にはなるけれど、まだ十分じゃないってこと？そう。離婚を考えて動くなら、この写真では浮気の事実は証明できても、離婚を考えているなら裁判に使うには不十分なの。少なくとも3週間から1ヶ月くらいは証拠を集めた方がいいと思うわ。この数日間で分かったことは、夫が浮気をしているであろうことと、その女性の家に出入りしたところを写真に収めただけということだ。私は里子に今後2週間と夫が出張に出かけると言っていた娘の入学式の日の追跡調査を
正式に依頼した。夫が言い逃れなどできないようにしたかったし、離婚話が裁判に持ち込まれた時のために確実に証拠になるものを手に入れたかったのだ。そして娘の入学式当日、夫は娘に入学式に行けなくてごめんなと言って出張に出かけていった。私は聡子ならば必ず証拠を手に入れてくれるであろうと信じて娘の入学式に参列した。娘にとっての一生に一度の晴れの日、嫌な思い出として記憶されるようなことはしたくなかった。娘は自分が選んだ新しいランドセルと洋服を身につけて写真をたくさん撮ってパパに見せてあげようねと笑っていた。私は笑顔でカメラを構えながら、こんな無邪気な娘を傷つけるようなことをしているのだと夫や女に分からせてやりたいという思いが浮かんできた。無事に式を終え帰宅した娘は疲れてしまったのか、いつもより早く眠ってしまった。娘を寝かしつけてからメールをチェックしていると、聡子からその日の調査結果の報告がパソコンに送られてきていた。私は娘が眠っていることを確認してその報告書を開いた。夫はやはり出張だと偽って女と旅行に出かけたようだ。旅行先で自分たちを知る人間がいないからなのか、大胆に振る舞っているようだ。聡子からの報告書には女との距離も近く、ボディタッチの回数や二人が交わしたキスの回数まで記載されており、その様子は送られてきた写真や動画からも分かった。動画には夫が肉体関係があったことを認めるような音声や、いかに私や娘のことを軽んじているかという証拠になる言葉も記録されていた。私は吐き気を我慢しながらそれを確認した。やっと気持ちが落ち着いた頃、そこに夫から LINE のメッセージが届いた。夫からのランドセル姿の写真はそのくらい送ってこいよというメッセージを見て、私の中で何かが弾けた気がした。私はごめんなさいねというメッセージに、聡子が送ってくれた夫と女がキスを交わしている写真を添えて送っていた。夫はこの写真を見て何と言ってくるだろう。そんなことを考えていると、夫からスマホに着信が入った。私は通話状態にしたまま夫の言葉を待った。これは違うんだよ。何が違うの？取引先の女性が距離の近い人でさ、ふざけてこんなことして本当に参っちゃうよ。そんなお決まりの言葉しかないの？信じてくれよ。この人は今日初めて会った女性で、そういうんじゃないんだよ。そんな見えすいた嘘を並べる夫に、私は深くため息をついた後に話してやった。嘘はいいわ。何もかも分かっているのよ。え？実はこの数ヶ月ほど、あなたの素行に違和感を感じていたの。そこで興信所を使って調べたのよ。興信所を使ってって、そんな。相手の女性はあなたと同じ会社に勤めている同僚でしょ。その女性の家に何度も出入りしていて、朝や就業後にはそこで過ごしていることも分かってるわ。彼女の家には仕事のことで話があって行っていただけだよ。あら、そこで彼女が作るご飯を美味しく食べていることも知っているわよ。朝と夜の食事を自宅と女性の家で食べていたこともあったのでしょ。1日5食も食べていたら体重が増えてしまうのも仕方がなかったわね。それは、あなたと女性の間に肉体関係があることも音声付きで証拠をつかんでいるから、嘘なんてつかなくったっていいのよ。なんでそんなことするんだよ。私の言葉に夫が叫んだ。そんなことですって？
娘の入学式には参列もしないくせに、女に誘われて浮気旅行に行くような人が、何を偉そうに私を怒鳴りつけているの？それは、なかなか一緒に有給を取れなくて。本当に娘が大切なら、その有給は娘のために使うのではないの？たとえ、女が旅行に誘ったとしても、娘を優先するべきでしょ？あなたは女を優先した時点で、私だけでなく、娘も捨てたようなものなのよ。私がそう話すと、夫は電話口で泣きながら、許してくれと訴えてきた。許すわけないじゃないの。あなたが今いる場所が、家族と暮らす家ではないのが全てよ。あなたは、すでに私の夫でも、娘の父親でもない。あなたは、自分でその権利を放棄したのよ。私はそう言うと、電話を切った。その後も、夫から電話やメッセージが送られてきたが、私は無視をした。翌朝、私は娘を学校に送り出すと、義両親と両親を呼び、これからのことについて話をすることにした。両親たちが到着する直前に、夫が焦ったように帰宅したので、結局は6人で話すことになったが、私たちの様子に自宅は重い空気が漂っていた。私は床の上で土下座している夫の方を見ることなく、両親たちに話し始めた。実は、正則さんが浮気していたことが分かりました。証拠はすでに掴んでいますし、私は離婚を考えています。まだナナは小学生になったばかりじゃないか。たった一度の浮気でいきなり離婚だなんて、早計だろう。美和さん、考え直した方がいいぞ。そうよ。結婚していても別の異性に目を向けてしまうこともあるものじゃない？ちょっと遊んだだけでしょ。今回は許してあげてちょうだい。義両親は夫をかばうようにそう言ったが、私が許す理由などみじんもない。私は既婚者だという自覚も、子供がいるというのに親としての自覚もなく、自分の欲ばかり優先するような人を軽蔑します。しかし、正則だってこんなに頭を下げているじゃないか。過ちを許す心も大事だろう。勝手なことを言わないでください。正則を許すかどうかは私が決めることです。離婚なんてしたら、ナナちゃんから父親を奪うことになるのよ。昨日はナナの入学式でした。それを承知の上で、正則は女と旅行に出かけました。その上、娘の入学式なんかよりも、女と旅行する方が楽しいと話している音声も残っています。そんな父親が、本当に必要だと思いますか？ごめんなさい。許してください。息子もこう言ってるじゃないか。私からも詫びさせてもらうから。お父さんからの謝罪はいりません。私だけでなく、娘をないがしろにした人と家族でいられるわけないでしょ。彼とは離婚しますし、娘は絶対に渡しません。私がそう言うと、夫と義両親は黙り込んでしまった。私は両親に紹介された弁護士に依頼し、正式に離婚手続きをすることになった。夫には300万円の慰謝料を請求し、娘に対する養育費を月に7万円支払うことで話がついた。同じ会社に勤めていた者同士の不貞行為。夫は居づらくなって辞めてしまったと聞いたが、娘に対しての義務を果たしてくれるなら、どんな仕事をしていようと構わない。浮気相手は、肉体関係の事実はないと、支払いを拒否してきた。しかし、こちらには確かな証拠があり、浮気が原因で離婚に至ったことからも、拒否をするなら裁判を起こすと話したところ、やっと事実を認めたため、200万円の慰謝料を受け取ることで話がついた。どちらも今回のことで高額の慰謝料を支払うことになったが、
これは自分たちが欲望のままに行動した結果だ。仕事と家庭を失った夫は、現在、義両親と共に暮らしている。浮気の一つくらい許せない嫁のせいで、息子は全てを失ってしまった。と、義母がこぼした愚痴のせいで、近所中からはソース感を食らったようだ。だが、貯金は夫の代わりに肩代わりした慰謝料として使われてしまったため、引っ越すこともできずに暮らしている。私は、娘が入学したばかりということも考え、学区が変わらないところに新しくマンションを借りた。離婚した原因については、まだ娘に詳しく話していないが、パパには他に好きな人ができたので、一緒に暮らせなくなった、と話したら、娘は、そっか、とだけ言った。幼いなりに何かを察したのだと思うが、きちんと話ができるような年齢になり、娘が望むなら経緯を話そうと思っている。今は楽しそうに学校に通っている娘と二人、穏やかに生活していこうと思う。それじゃあ行ってくるよ。夫は会社が繁忙期だと言っていたにもかかわらず、社員旅行があると言い、上機嫌で出かけていった。私は夫の言動に違和感を抱きつつも、彼を送り出した。昼頃、夫が忘れた社用スマホの着信が鳴りやまず、重大な連絡かと思った私は電話に出た。この一本の電話で、私と電話の相手は夫の嘘を確信し、制裁を企てたのだった。私の名前は吉田七子、30歳の専業主婦だ。夫の圭介とは結婚して今年で丸3年になる。夫とは大学時代に出会った。違う学部、違うゼミではあったが、テニスのサークル活動を介して出会い、そこで意気投合して付き合うことになったのだ。卒業後は私と夫は別々の会社に入社したのだが、それでもお付き合いは続いており、付き合って5年の記念日にプロポーズをされ、結婚することになった。そして私はそのタイミングで退職し、専業主婦となったのだ。そんな一見何の変哲もない私たちの結婚生活だが、実は私には一つ不満があった。それは夫との時間を十分に取れていないことだ。今仕事が大事な時期なんだ。繁忙期なのはもちろんだけど、ここで結果を出せば昇格できるかもしれない。そうなったらお前も嬉しいだろ。それはそうだけど、お前に専業主婦をさせてやっているんだから、こんなことでわがまま言うな。ごめん。夫はこんなことを言って、この1年間は残業や休日出勤、出張などと家を空けることが多くなってきていた。それが給与に反映され、生活費として還元されれば、まだ不満は小さかったかもしれないが、夫が家に入れてくれるお金は以前から全く変わりなかった。通帳の管理は夫がしているため、詳しいことはよくわからないのだが、去年ちょうど夫の残業が増え始めた頃に、私は一度こう尋ねたことがあった。最近食材が軒並み値上がりしていて、生活費がギリギリなんだけど、もう少し家に入れるお金を増やしてくれないかな。すると夫は怪げそうな顔でこう答えた。はあ？これ以上は無理だよ。こっちもカツカツなんだ。え？そうなの？最近残業続きでお仕事を頑張ってくれているみたいだし、お金には余裕があると思ってたけど、私がそうつぶやくと夫は言葉を濁した。いや、その分付き合いがあるからお金がかかるもんなんだよ。専業主婦のお前にはわからないだろ。そう。このように結局夫は生活費を増やすことに同意してくれなかった。そのため私は仕方なく、食費の足りない分は独身時代にコツコツと貯めておいた貯金から支払うことにしたのだった。そんなある日のことだった。
宅した夫はカバンから旅行会社のパンフレットを取り出した。あれ、何このパンフレット。旅行でも行くの？様子を見ていた私がそう尋ねると、夫は答えた。ああ、来月に社員旅行があるんだよ。3日間家を空けるからよろしく。うん、分かったわ。それにしても社員旅行なんて急ね。今までかれこれ8年くらいこの会社で働いてきて初めてじゃないの？私がそう口にすると、夫は驚いたようにこう言った。ああ、去年上司が変わっただろ。その人はチームメンバー同士の親睦を深めることにも積極的なんだよ。ほら、最初の頃俺たちもバーベキューに呼ばれたじゃないか。ああ、そんなこともあったね。私は夫にそう言われ、去年の出来事を思い出した。夫の新しい上司の着任祝いも兼ねた家族ぐるみでのバーベキューが開催されたのだ。優しそうでかつ仕事ができそうな上司さんにとってもお似合いの奥さん、その他のチームの皆さんもとてもいい人そうだったことを記憶している。懐かしいわね。そういえば会社の皆さんでの集まりはそれっきりね。まあな、最近はほら仕事が忙しいから。それなのに社員旅行はあるの？私は思わず夫に尋ねた。すると夫は食い気味にこう答えた。それとこれとは別だよ。そう。私はなんだか焦っている様子の夫が気になった。仕事が忙しい時に本当に社員旅行なんて実施するものなのだろうか。しかし夫の会社のことは深くはわからないし、夫の上司がいい方であるのは私もよく知っている。そんな上司さんが計画した社員旅行なのであれば、夫も含めチームの皆さんのいい息抜きになるだろう。私はそう思い、この日以降社員旅行について深く考えることはなかった。しかしこういう女の勘というものはよく当たるものなのである。私はそのことを後日思い知ることとなったのだ。それから1ヶ月後、夫は大きなキャリーバッグを手に社員旅行に出かけていった。お土産よろしくね。ああ、任せとけ。お前が好きそうなものを選んでくるよ。そんな会話を交わすと、私は何の疑いもなく笑顔で夫を見送った。同じ日の昼頃だった。私は久しぶりに家事から解放され、まったりとした気分でお菓子を食べながらテレビを見ていた。その時、どこからかスマホの着信音が聞こえてきた。電話？圭介かな？私は自分のスマホを確認したが、暗い画面のままシンとしている。音の出どころはここではない。夫の部屋からだった。私は夫の部屋に向かった。耳を澄ませて音の鳴る方へ吸い寄せられるように歩み寄った。すると夫の枕元にそれがあった。あれ？これ圭介の社用のスマホ？忘れちゃったのかしら。私はスマホを手に取りマナーモードにするとリビングに戻った。やがて見ていたテレビ番組は終わり、私はテレビを消した。その瞬間、あることに気がついた。先ほどマナーモードにした夫のスマホがブーブーとバイブレーションを響かせていたのだ。また電話か。私はそう思いながらも特に気にかけることなくアイロンがけを始めた。すると数十分後、まただ。再び夫の寝室からバイブレーションが聞こえてきた。そんなことが何回か続き、私の頭にふと
こんな考えがよぎった。もしかして旅行先で夫に何かあったのかしら。会社の人たちが私に連絡してくれようとしてかけてきているのかも。あるいはそんな最悪な事態でなくてもこんなに連続でかけてくるなんて、きっと何か重大な連絡に違いない。そう思って私は意を決して次の着信に出ることに決めた。夫の寝室からスマホを持ってきてリビングに置くと、数分も経たないうちに再びスマホは震えた。はい。私が恐る恐る電話に出ると、電話の相手は聞き覚えのある声の持ち主だった。やっと出た。休みなのに悪いね。でも緊急の案件、お前の担当の鈴木さんだけど。早口でそう話し出されたが、私はとっさに口を挟んだ。私圭介の妻です。あれ、奥さんでしたか。そう、それは私も一度あのバーベキューで会ったことがある夫の上司の伊藤さんだった。はい、ご無沙汰しています。すみません、夫が携帯を忘れていったみたいで。すると次の瞬間、伊藤さんは意味のわからないことを言った。奥さん、お体は大丈夫なんですか。え？私は何のことだかわからず、しばらく黙り込んでしまった。すると伊藤さんが電話の向こうで続けた。いや、容体が悪化したと聞いていたので。容体？何のことでしょう。私がそう尋ねると、伊藤さんは不思議そうにこう答えた。持病が悪化して入院されているんですよね。は？持病なんてありませんけど。え？二人の間にわずかな沈黙が流れた。その後、先に口を開いたのは伊藤さんだった。いや、ちょっと待ってください。今日から3日間、吉田君は奥さんの看病ということで休みを取っていますよ。え？社員旅行に行っているんじゃないんですか？は？社員旅行？伊藤さんは大きな声でそう言った。社員旅行なんてありませんよ。今うちの会社は繁忙期でそれどころではないですから。私たちの会話はどこまでも噛み合わなかった。しかし夫が嘘をついているということだけは紛れもない事実のようだ。うちの夫、何かよからぬ企みをしているようですね。私がついそう漏らすと、伊藤さんはそれに賛同した。そのようですね。ちなみに吉田君がその社員旅行とやらから帰宅するのは3日後で合っていますか？はい、そうですが。それから行き先は？畳みかけるようにそう聞いてくる伊藤さんに、私は戸惑いながらも答えた。詳しくは聞いていないのですが、近場だったと思います。ちょっと調べてみますね。そして私は夫の部屋からパソコンを持ち出し、電源を入れた。インターネットの検索履歴をつぶさに調べる。あ、これだ。私はその中の一つに、とあるホテルのサイトの予約履歴を見つけた。私がそのホテルの場所を上司に伝えると、上司は何か考え込むようにうなった。奥さん、少しご相談があるのですが。私は続く上司の言葉に固唾を飲んだ。それから3日後、何も知らない夫がご機嫌な様子で帰宅してきた。現地で買ったらしいお土産を私に差し出すと、夫は嬉しそうに話し始めた。3日間留守にして悪かったな。この3日間で上司とも仲良くなれたよ。私は
冷笑を浮かべながら差し出されたお土産を受け取ることなくこう言った。そう、あなたの上司が女性に変わっていたなんて初耳ね。え、急に何を言っているんだ。私はそっと一枚の写真を夫に差し出した。あなた3日間この女性と過ごしていたでしょ。すると夫は一瞬動揺を見せたもののすぐに取り繕ったように答えた。そうだ、この人が上司なんだから当たり前だろ。あら、まだそんな苦しい言い訳をするの？私があなたの上司ともそれからこの女性とも面識があることを忘れたの？なんで？バーベキュー一緒にしたでしょ。すると夫は大きく目を見開いて冷や汗を流し始めた。それからあなたさっき上司と仲良くなれたって言ってたけど、本当の上司はあなたのことをクビにするって言ってたわよ。は？何のことだ？さっきからふざけたこと。夫がそう声を荒げた直後、さらに大きな怒号が部屋中に響き渡った。ふざけているのはお前の方だ。なんで伊藤さんがここに？そう、それは夫の本当の上司、男性の方の伊藤さんだった。うちの嫁、いつからお前の上司になったんだか。そして私が先ほどテーブルに置いた写真に写る女性は女性の方の伊藤さん、つまり夫の上司の奥さんだ。それはお前、奥さんを病院に仕立て上げてまでこんな形で裏切って自分のしたことが分かっているのか？奥さんがどんな気持ちでこの写真を見たと思う？伊藤さんが諭すようにそう言うと夫はうつむいて黙り込んだ。そんな夫に伊藤さんは続けた。うちの嫁も3日間友人と旅行へ行くと言って家を空けていたんだが、たまたま奥さんと電話をしておかしいと思ってな。奥さんに行き先を調べてもらって知人が働く更新所に依頼して撮ってもらったんだ。伊藤さんはそう言いながらテーブルの上の証拠写真を掴んでひらひらとさせた。そう、この証拠写真も、そして伊藤さんが今この場にいるのも全てあの日の伊藤さんの発案だった。私たちはあの日のあの電話で2人で今日夫を制裁することを決めたのだ。電話？おどおどとそういう夫に私は今節丁寧に説明してあげた。そう、あなた社用スマホを忘れていったでしょ。私がそう言うと夫はものすごい勢いで言った。勝手に出たのか？ええ、そうよ。何度も着信があったから重要な連絡だと思ったのよ。なんてことを。それに行き先も調べたってどうやって？これよ。私は夫のパソコンを開いてみせた。こんなのプライバシーの侵害だぞ。夫は叫んだ。こんなことされるなんてこっちが侵害よ。私はたまらず間髪入れずに言い返した。離婚させてもらうから。え？私の言葉に夫は力なくこう言った。やだ、離婚したくない。一回の過ちくらい許してくれたっていいじゃないか。最後の最後まで謝罪の言葉を述べることなくそう必死に訴える夫に私は冷静に言い返した。それを決めるのは私なのよ。残念だけど私はあなたを許すことはできないわ。私がそう言うと伊藤さんが
こう付け加えた。離婚だけじゃないぞ。さっき奥さんからも言ってもらったように、お前はクビだ。なんで？涙を浮かべながらそう尋ねる夫に、伊藤さんは白い目を向けながら言った。いちいち説明する必要があるか。自分の胸に手を当てて考えてみたらどうだ？そう言うと、伊藤さんは去っていった。私もそんな伊藤さんの後ろ姿を追うように、まとめていた荷物を持って家を出た。背後からは夫の泣きわめく声と、ようやく出てきた謝罪の言葉が聞こえてきたが、時すでに遅し、私の決心が揺らぐことはなかった。後日、私と夫は正式に離婚した。それから元夫は伊藤さんの宣言通り会社をクビになった。しかしこれは何も伊藤さんの私的な感情だけで決まったことではない。伊藤さんから詳しく聞いた話によると、普段から元夫は私の看病だと偽り、早退や欠勤続きだったそうだ。そのため繁忙期にもかかわらず、重要な仕事を全て他の同僚に押し付けるような形になっており、チーム全体からも不満の声が上がっていたらしい。そうして言い訳してできた時間は全て伊藤さんの奥さんと過ごしていたのだろう。それから伊藤さんも離婚したらしく、元夫と伊藤さんの元奥さんはそれぞれ私と伊藤さんの両方から慰謝料を請求されて途方に暮れているらしい。元夫は貯金が底をつき、義両親を頼ったそうだが、全てを知った義両親はそんな元夫の頼みを断固拒否。半ば絶縁状態で一切の支援はしないそうだ。義両親は私の実家までわざわざ謝罪をしに来てくれ、自分たちも息子を許すことはないと宣言していた。一方、私はしばらくの間実家で過ごしたいと両親に伝えると、温かく迎え入れてくれた。七子、ゆっくりでいいからね。何かできることがあったらいつでも言ってくれ。両親はそんな言葉をかけてくれ、生活が安定するまで実家に住まわせてもらえることになった。そして私は先日最終面接を終え、無事に新しい仕事を見つけることができた。これからは心機一転、仕事に精を出していこう。新しいスーツに身を包み、快晴の空を見上げながら、私はそう決意した。息子が事故で意識不明のまま病院に運ばれたの。義母は泣きながら私に訴えている。私の心はそんな義母の姿を見つめながらも泣いでいた。そうですか。ではお帰りください。はあ？義母は私の顔をまじまじと見つめた後、顔を真っ赤にしながら怒りをぶつけてきた。義母の気持ちを考えれば当然の反応だと思う。だが、夫が事故に遭って意識不明だと聞いても心配する気持ちにはなれない理由が私にはあるのだ。私は高橋みどり、28歳の主婦だ。2歳年上の夫、安尾は義父の後を継いで小さな会社を経営している。とはいえ、現在も義母が代表取締役会長として社内をまとめているため、夫はまだ修行中の立場だ。そんな夫と結婚してからの1年、私は彼の度重なる女性問題に悩んでいる。新婚当時から夫には数人の女性の影がちらついていた。しかし、どの女性とも食事に出かけたり、
ドライブに出かけたりするだけのようだ。女性と二人きりで会っていることまでは確実なのだが、それ以上の関係になっているというような確証は得られていない。うまく証拠を残さないようにしているのか、本当にその場限りの恋愛を楽しんでいるだけなのだろうか。私個人の考えでは、女性と二人きりで会っていることは十分に浮気だと思うが、不倫とまでは言えない。私は確固たる不貞行為の証拠はつかめないままなのだ。頻繁に女性と出かけていることに耐えられなくなり、離婚を申し出たこともあった。そんなに他の女性と遊んでいたいのなら、独身に戻ったらいいじゃない。おいおい、仕事のことで会ったりしてるだけだよ。君がそんなに強量な人だと思わなかったな。私の心が狭いだけってこと？だってそうだろ？取引先の接待も仕事のうちさ。担当者が女性なだけでやましい気持ちがあるわけではないからな。まあ、会社勤めの経験が5年くらいしかない君にはわからないかもしれないかな。そう言って、夫は朗らかに笑う。その笑顔に、社会経験がほとんどないお前に、社長夫人という身分を与えてやっているのだから、浮気くらい笑って許せ、という本心が透けて見えていた。だからこそ、絶対に証拠をつかんで、見下り犯を叩きつけてやろうと、私は考えている。いろいろと調べて分かったことは、こちらが浮気を疑って鎌をかけても不貞行為の証拠として認められないことも多いことや、夫のスマホに細工して探ることは法に触れてしまい、証拠としても認められないことだった。なんとかならないものか、と思っていたある日。今まで私が証拠をつかめていないことに油断をしたのだろうか。やっと夫が尻尾を出したのだ。来週金曜日から3日間、東京へ出張に出かけることになったから、トランクケースを出しておいてくれ。わかったわ。いつものように宿泊セットの用意をしてトランクに入れておけばいいの？いや、社外費の資料なんかもあるし、自分で用意するよ。じゃあ、宿泊先はいつも東京で使っているホテルで大丈夫？それも自分で手配するから気にしなくてもいい。結婚してからも何度か出張だと言って出かけたことはあったが、いつも私に全て用意させてきたのに、ほんの少しの違和感を抱いた。何か裏がありそうね。そう思った私は自宅のパソコンを調べてみた。案の定、いつものように検索履歴は消されていたが、宿泊サイトから旅館への宿泊が予約されていた。しかし、行き先は東京ではなく、方角も反対の有名な観光地。しかも大人2人。確実とは言えないが、私には行き先を偽る必要があるということだろう。やっと掴んだ手がかりだ。私は探偵に依頼し、夫を尾行してもらうことにした。相手の女性と合流するだけではなく、同じ部屋に泊まるなどの不貞行為と認められる証拠が確実に欲しい。それには、プロに依頼するのが一番の良策だろう。そして、夫が出張、いや、旅行に出かける日を迎えた。探偵は、夫が家を出るところから後を追ってもらうことになっている。その日の夜には、探偵からの定時連絡で、夫が女性と同じ部屋に泊まったことや、車内や観光名所で女性と抱き合ったりしている写真が撮れたことの報告があった。想像していたことではあったが、少なからずショックを受けた。
証拠を手に入れたら、もっと晴れ晴れとした気持ちになれる気がしていたのだが、夫への気持ちが少しは残っていたのかもしれない。その夜は眠れないまま、明け方まで空を見つめて過ごした。翌日の夕方、私のもとに依頼した探偵事務所から連絡が入った。定時連絡には少し早い。何かあったのだろうか。無性に胸がざわついた。そして私の悪い予感は見事に的中してしまったのだ。夫と女性は旅行先で事故に遭い、二人とも意識を失ったまま緊急搬送されたのだと聞かされた。皮肉なことに、私が依頼した探偵によって早急に救急車を呼ぶことができたらしい。事故の目撃者になってしまった探偵たちは警察からの聴取を受けることになってしまったので、これ以上は依頼を遂行できなくなったという話だった。代理の者を手配することもできますが、どうしますか？尾行はもう結構です。依頼を女性の身元を調べることに変更したいのですが。わかりました。よろしくお願いいたします。探偵事務所からの電話を切った途端に再び電話が鳴る。今度は病院からだった。高橋康夫さんのご家族の方でしょうか？実は、夫が事故に遭ったんですよね。え？はい、そうです。警察から連絡がありましたか？ええ、そんな感じです。私には探偵事務所からの事故の一報が入っていたため動揺はなかった。冷静すぎる私の反応を病院側は変に思ったに違いない。遠いところ大変かと思いますが、早めにご来院ください。確かに遠いですね。大変だわ。のらりくらりと返事をする私を不審に思っているのだろう。戸惑ったままの様子で、お願いしますね、と言った後に電話は切れた。寝不足もあって、頭はぼんやりとしている。お願いしますと言われても、私の体は動かなかった。まだ妻という立場ではあるので、手続きや手術の同意書の記名などはしなくてはならないのだろうが、自分を裏切った人のために駆けつける気持ちにはなれなかった。どうしたものか、と考えていると、玄関のインターホンが鳴った。カメラで確認すると、義母が立っている。お母さん？みどりさん、いるのね。とりあえず、玄関まで出てきてくれない？はい。私がドアを開けると、入ってくると同時に、義母は泣きながら、私に訴えてきた。みどりさん、安尾が事故で意識不明って本当なの？あなたに電話をしたら、なんだか様子がおかしいからって、病院から私にも連絡があったのよ。ああ、そうみたいですね。みどりさん、大丈夫？突然の話でショックを受けたのかもしれないけれど、今はあなたが気をしっかりと持たなくてはいけないのよ。私は大丈夫ですよ。とりあえず、私と一緒に病院に向かいましょう。支度は済んでいるの？涙を拭っている義母に、私は言った。申し訳ありませんが、お帰りください。は？私は、病院に行くつもりはありません。何を言い出すの？おかしなこと言わないでちょうだい。義母は怒りながら、私の肩を揺さぶった。息子が意識不明で病院に搬送されたというのに、嫁は気にかける様子すら見せないのだから当然だろう。
昨日、安尾さんは私に東京に出張だと話して出かけて行きました。東京に出張ですって？だって、あの子が事故に遭ったのは。そうです。全く違う観光地ですよね。そんな出張の予定はなかったことも、お母さんならご存知ですよね。ええ。事故の際に彼が女性と一緒だったことはご存知ですか？え？その方は安尾さんの不倫相手です。これは私が依頼した探偵の調査でほぼ確実だと思います。女性の身元は調査中ですが、近日中にはわかると思います。あの子が不倫？義母は私の話を聞きながら震えている。私の話を聞いてどう思っているのだろう。私からしたら夫はただの裏切り者ではあるが、義母にとってはいくつになろうと可愛い我が子だ。きっと夫をかばうのだろうな、と思いながら、私は義母が口を開くのを待った。だが次の瞬間、義母は私の前に正座をして深く頭を下げたのだ。みどりさん、辛い思いをさせてしまって申し訳ありません。お母さん、やめてください。いいえ、私の土下座なんかでは足りないくらいよ。本当に息子が申し訳ないことをしました。悪いのは私たち夫婦です。お母さんにそんなことをしてほしいとは思っていませんから、お願いします。どうか頭を上げてください。義母は私に頭を下げたまま続けた。みどりさん、この話は私に預からせてもらえないかしら。絶対に悪いようにはしませんから。お願いいたします。はい、お母さんにお任せします。ありがとうございます。義母はそう言って、もう一度頭を深く下げると、乗ってきたタクシーに乗り込んだ。3時間ほどが経っただろうか、義母から連絡が入った。安尾が意識を取り戻したわ。念のために検査をするけれど、怪我も大したことがないみたいだから、あさってには連れて帰るわね。はい、わかりました。探偵さんからの報告書はいつ頃になりそうかしら。先ほど確認したら5日ほどで作成していただけるそうです。そう。では、私の方が早いかしら。絶対に悪いようにしないという約束は守るので、安心してちょうだいね。再度、私に念を押すと、義母は電話を切った。翌々日、義母から夫を連れ帰ったと連絡が入った。依頼内容に変更と追加されたので、探偵事務所からの報告書は間に合わなかった。このままではまた言い逃れをされてしまうかもしれない。と不安になったが、義母からは報告書の完成を待ってから話し合いをしましょうと提案された。それまではみどりさんもきちんと休みなさい。ここからは気力と体力勝負よ。なんで？なぜあなたの味方なのかってこと？私は曲がったことが大嫌いなの。今はそれで納得してくれないかしら。でも、安尾さんはお母さんの子供ですよね。我が子だから許せないこともあるのよ。義母の優しくも力強い言葉に、私は
この人を信じてみようと思った。事故の日から1週間後、探偵事務所から報告書を受け取った。話し合いは義母からの提案で会社の会議室で行うことになった。いつになく厳しい表情を浮かべている義母と会社の取締役会の人たちが上座に座っている。下座では夫が罰の悪そうに大きな体を縮こませていた。その隣には探偵が撮影した写真に写っていた女性が青白い顔でうつむいている。顔に怪我の跡はあるが綺麗な女性だった。事故に遭ったというが二人とも元気そうだ。どちらかでも包帯なんて巻いていたら手心を加えてしまったかもしれないわね。私はそんなことをのんきに考えていた。みどりさんはこちらに座って。義母に促されるままに椅子に座る。そこにはもう一人見知らぬ男性が座っていた。こちらは工藤さん。あちらの女性、かなえさんのご主人よ。工藤かなえ。探偵に調べてもらった女性の名前だ。彼女も既婚者だと報告書にあったことを思い出し、私は工藤さんに話しかけた。高橋の家内です。この度は。いえ、こちらこそ申し訳ありませんでした。ここでの会話は録音させていただきます。安尾、自分たちの口からきちんと嘘偽りなく話しなさい。義母に一喝されて、夫は怯えた様子で震え始める。どこから話せば？最初からすべてよ。はい。夫は時々言葉に詰まりながらも、かなえさんとのことを話した。彼女とは学生時代に知り合い、付き合い始めたそうだ。一度は別れたものの、同窓会で再会して、焼けぼっくいには火がついたというわけだ。だが、かなえさんはすでに結婚しており、夫は、ならば自分も、と、彼女に嫉妬してほしいためだけに、私との結婚に踏み切ったのだという。そして、夫の目論見通りに、かなえさんは嫉妬して、二人の間は盛り上がっていったらしい。私の存在は、この二人にとってスパイスか、もう一度ついた炎を燃やし続けるための燃料だったのだろう。本当にふざけた話だ。かなえさんとの交際をごまかすためと、さらに彼女の嫉妬を煽るために、夫は様々な女性と会うなどしていたのだろう。愚鈍な私が一向に本命のかなえさんにたどり着かないことを面白がって、数日の旅行に出かけても大丈夫だと考えたのだという。だが、その二人の気の緩みで、私は確実な証拠を手に入れることができた。しかも、本当に天罰があるのならば、旅行先での事故が原因で、全てが明るみになってしまったのだと思う。夫が話し終えると、義母は呆れた様子で声を上げた。この子は、本当にお父さんの悪いところばかりにて。義母が夫とかなえさんをぎろりと睨みつけると、二人はすくみ上がった。不倫を認めるのね？はい。よろしい。会社でのあなたの処遇は取締役会で話し合い、追って通告します。そんな浮気くらいで、緑が許してくれるなら問題ないだろう？あら、なんで私があなたたちを許すと思うの？それに、工藤さんのことをお忘れじゃない？それは、
私も許すつもりはありませんが。後のことはそれぞれの夫婦で話し合いなさい。と言いたいところだけど、ここからは安男の母として話をさせてもらうわね。母さん、俺の味方になってくれるよな。黙りなさい。あなたの味方なんて誰一人いないわよ。そんな。みどりさん、工藤さん、私も夫の浮気には苦しんできたわ。そのあたりの手続きの方法はお手の物よ。容赦することなく徹底的にやってやりましょう。夫は私が専業主婦なのだから離婚までされることはないだろうと高をくくっていたらしい。だが私はすでに離婚に備えて在宅から仕事を始めており、それなりに収入を得ていると話すと膝から崩れ落ちた。探偵の報告書や義母の力添えもあり、私と工藤さんは夫とかなえさんからいただけるものを受け取り、離婚が成立した。夫は取締役会から社長を解任させられ、義母からは縁を切られることになった。今頃は再就職先で後ろ指を刺されながら仕事をしていることだろう。かなえさんも私たちへの慰謝料の支払いで多額の借金を抱えた。離婚後は実家にも置いてもらえず、住み込みの仕事でその借金を返済する毎日を送っているそうだ。義母は夫の退任後は社長職を兼任しながら今まで以上に精力的に活躍している。離婚から数年経った今も義母は会うたびに若々しくなっているような気がする。そんな義母の姿を見て、私も負けないように頑張ろうと自らを奮い立たせている。